ヘブライの地域から来たその優秀な人たちが日本の政府とかその土地の権力者にいろんなアドバイスをしたっていうことでその言葉が残ってるっていうのは何も不思議じゃない気がするんですよね。ちょっとだけ気になったんですけど、例えば書く、取る、住む、自分の住むところがなくなった人たちが日本に入ってきたってことじゃないですか。流浪の民になったからね。そうですよね。それが住むとか滅んでこっちに来たんだよとか一生懸命伝えた言葉がこう同じなんじゃないかなと。初めにその日本に入ってきた時に一生懸命この国の人にどうして自分たちはここに来たのかって伝えた言葉が一緒になったんじゃないかなと。僕らが考えてるよりも昔の世界ってもっと狭いというかいろんな交流があって。シルクロードがあるから来てますよね。それは間違いなくね。それは今の世の中の方がなんかセクショナリズムっていうんですか、なんか殻に閉じこもってね、余計なんか疎遠にしてるみたいな。当時はもう縦横無尽にあるんですよね。四国、そこは実に謎多き島。古事記によれば日本の中でどこより早く生まれたのも四国と淡路島である。阿波踊りの時期には100万人を超す観光客を集める徳島だが、観光客など誰も来ないひっそりとした山あいにそのミステリーはあった。徳島県美馬市。四国には間違いなく古代イスラエルの王国があったんです。一見荒唐無稽な話。しかし四国の山奥に残っていたのは、クモの巣が張る山道を登った小高い丘の上にその神社は見えてくる。大和大国玉神社。すごい、これメノランじゃないですか。これあのコーヘン氏の言葉通り、そこにはユダヤのシンボルと酷似した神門が。その理由を宮司はこう推理していた。秦氏のね、徳島では県下でも多いから。あ、そうなんですか。多少関係があるのかな、秦氏等々とも関係あるのかなって思ったことはありますけどね。なんと再びあの旗氏。シルクロードの果てからやってきた異様に鼻の高いお面の旗氏である。宮司の言う通り町を見渡せば確かに旗の精をあちらこちらに見つけることができる。本当だ。この町は確かに謎に包まれていた。少し山あいに入った静かなところに佇む神明神社。コーヘン氏が2度も訪れたという場所。うっそうと草が生い茂る長い階段を上ると、ちょっと変わってる。そこにはおよそ1500年ほど前のものだという自然石を積み上げた神殿が姿を現す。前イスラエル大使のコーヘン氏はこの場に足を踏み入れた途端様子が一変したという。この昔からやかましに言われる、ソロモン王伝説、そこら辺でいわゆるこんだけの神殿がここにあるんだったら、どこか近くにいわゆるアークの箱っていうんですか、それがどこかにあるはずじゃとかいうようなこともおっしゃられてましたね。ああ、そうですか。一体何のために誰がこのようなものを作ったのか。作った人たちがいまだに今ここに残っとるっていうことも。今残ってるんですか。今も残ってますよ。コーヘン大使がね、皆さんはもともとイスラエル人であったかもわからないと言うて。なんと神殿を作った一族の末裔が今でも残っているという。彼らは今も険しい山の山頂付近に住む山の民だった。主南郷源一さんの祖先は代々この地で暮らしてきた。聞けばこの家には古くから伝わる独特の風習があるという。火をつないでな。火をつなぐ。火を絶やさんように。絶やさんように。継ぎ足していくんよ。毎日毎日こう。毎日。火を絶やさんとかいう信仰の方もイスラエルも。変わりがないような形で。イスラエルにも火を絶やさないっていうのがあるあるらしいよ。そうなんですか。
毎日いろりの火をつなぎ決して火を絶やさないという古い風習、それは旧約聖書にも記された古代イスラエルの習慣と全く同じであった。やはり古代イスラエルの失われた樹種族はシルクロードを通り日本に、そして徳島に来ていたのか。それを証明するのはあの失われたアークの行方である。古代史研究家の大杉氏は長年の研究からある結論に至ったという。失われたアークは四国の剣山に間違いなくあります。鍾乳洞の中にあります。間違いありません。なんとあの剣山に失われたアークがある。剣山、標高1955メートルのこの名峰には確かに不思議な伝承があった。あの聖なる日、ノアの箱舟が漂着した7月17日に山頂に神輿を担ぎ上げるという記載。これはアークを山に運び上げた名残なのか。そして徳島の歴史書「阿波史」には剣山の中腹には深い洞窟がある。それは石室であると記されていた。その穴に行くことはできるのか。大杉氏によればその穴は1800メートルの山頂付近にある鍾乳洞。剣山の驚くべき秘密。予想以上にその山は険しかった。一歩足を踏み外せば崖。ほら危ねえや。不気味な静けさが辺りを支配していた。やがて山道は深い森の中へ。するとこれが小剣神社というんですよ。まるで岸壁にへばりつくような不思議な祠。この神社の祭神は岩窓の神とかね、岩と岩の間の遠いな入り口ですね。入り口を守る神様を祀ってるんです。入り口を守る神、その先にはぽっかりと大きな穴がその口を開けていた。不気味に白く冷気を吹き出す穴。果たしてここが鍾乳洞の入り口なのだろうか。冷たい空気に支配された穴の中、その奥は残念ながら崩れ落ちていた。天井の大きな石がかろうじて岩の落下を防いでいる危険な状態。岩に塞がれてて、その先にはなんか空洞らしいものが確認できるんですけど、これ危険ですね。この岩の向こうにはさらに奥へと続く空洞がある。それこそが失われたアークが眠っている鍾乳洞なのだろうか。と我々は先ほどの穴からほど近い場所に何とも意味ありげな岩の隙間を発見した。耳を澄ませば水の流れる音。一層冷たい空気が辺りを覆っている。するとそこは明らかに水の浸食を受けた石灰岩の層だった。確かに鍾乳洞は存在した。そこはまるで迷路のように入り組んだ山上の要塞だった。穴はね、上から繋がっていますね。人通れない。穴は多分真上からずっと繋がってきてるのは確か。
今回我々が入った穴は鍾乳洞のほんの一部。この剣山には鍾乳洞が這い回り、そしてどこかに失われたアークが眠っているのかもしれない。僕はインディ・ジョーンズの映画で初めてアークって言葉知ったぐらいですから、何なんですかアークって。宝箱ですね。ユダヤの三種の神器と言われるものがそのアークの中に入っているように、日本の同じものが同じような形で神輿として存在している。この中は残念ながらあれ以上奥へ進みません。そうなんです。私ここ行ったんですけども、大変険しい山なんですね。多分いろんなところにあるんでしょうね、そういう。ただ徳島は匂うね、イスラエル。イスラエルと日本があながち関係はないなとは言えないっていうのは分かっていただけたと思います。そこのラインまでは今来てますからね。来てます。だけどここまで来るとまさかとは言いにくいんだよね。本当にすごい驚きの真実、これです。天狗の正体、古代イスラエル人だった。我々がずっと実はこれ追いかけ続けている古代イスラエル人と日本の関係なんです。かなり調査が進みましたよ。なんと山の神天狗は古代イスラエル人だったのか。あなたはこのミステリー信じますか？日本のルーツははるか古代のイスラエルにあった。驚くべき日本と古代イスラエルとの一致。さらに調査を進める我々に新たな情報が。天狗の正体は古代イスラエル人だった。天狗、その姿はヤブシの装束に大きな翼、高く光らせた鼻にギョロリとした目、手にはうちわと山で修行した者に与える虎の巻を持つ。日本各地に残る天狗伝説。風を呼び火を鎮め奇跡を起こす山の神として崇められている。だがこの天狗伝説の中に奇妙なユダヤの痕跡を発見した。我々は京都へ向かった。目指すのは鞍馬寺。あの鞍馬の天狗で有名な天狗伝説の代表格である。そのご本尊の姿はやはり天狗。雪深い参道を進む。そしてたどり着いたのはあるお堂の前。そこはあの牛若丸が天狗から虎の巻を授けられたという場所だった。だがそこにあれなんかこれ我々は驚くべきものを目にする。何よそんな簡単にそんなお前ほら凍った雪の下に何があるのか。なんかほら見えてきませんか。この形ダビデの星じゃないですか。鞍馬寺になんとダビデの星。